見ないとうまくならないっていう話ですね。むしろ見て書くことに抵抗感がある人がやっぱり未だに多いんですね。僕はね、必ず見ながら書いてました。で、見ながら書いたってその通りになんかなんないんですよむしろ見ながら書いてぴったりプロみたいなもの書けたら、あなたプロでいいですそんなプロいませんよ。そうね、プロだって見ながら書いたってどうせ劣化するんです。下敷きにしたって劣化します。結局見ながら書こうが下敷きにしようがうまくなんかそんなうまく書けないですよ。逆を言ったらですよ、何も見ないで書いてみてくださいよ。それ書けるわけないですよ。なんで書けないかっていうと、インストールされてないからなんですよね。どういう形をしているのかということがですね、自分で分かってないものは書けないんですよ。見ないで書くことによって鍛えられるセンスや感覚や創造性や個性があるはずだ。アホかですよバカかと。やってみろよと。いきなりですね、難しい問題を出してですよ、学校の勉強で、そういうことをやったことある人じゃないと解けないよねっていう問題なんですよ。解けませんでしたね、皆さんできませんでしたねみたいな。おかしくないですかそれを全員にやらすの変ですよね。学校の勉強もそうだし絵もそうなんですよ。だったらちゃんとね、そのステップを踏もうよってことなんですよ。最初のステップが踏めるかなんですよ。例えばアニメを描くってなった時にいきなり完成のですね、今ほら皆さんが見てるバイファミリーだとかチェーンソーマンだとか、うるさいやつでも何でもいいですよ、そういうね。ああいうの見て、そうかな、ムロさん模写すればいいんだって言ってたなって、じゃあ模写しようって言ってなんかすごくキラキラしてて、見ながら描けって言われたけど、どうやって描いていいことやらみたいな。だからぜひ皆さんが最初に真似するべきは、例えばボールのバウンドであるとか、そういうですね、すっごい基本的な、学生の自主アニメみたいなところから入った方がいいんですよね。いきなり完成のキラキラしたやつなんて作れるわけないですよ。プロだってプロ一人でなかなか作れないですもん。そんな集団作業でみんな作ってるんでね。なのでまず第一ステップどこからなんだろうっていうのをね、一番簡単な、しかも自分ができそうなところから始める、っていうのも結局ですね、見ながら書かなきゃねできないんですよ。例えばプロは見ないで書いてるじゃないかと。だったら私はそのプロになるためにはやっぱり今から見ないでその訓練するべきなんじゃないかというですね人が結構いるんですよ。いやプロは見ながら書いてます。ほとんどのプロは。少なくともアニメーターに関してはキャラ表っていうのがあるんですよね。だからあれ別にアニメーターの創造性ゼロから書いてるわけじゃないんですよ。当たり前なんですよね。脚本があって絵コンテがあって、それをもとにレイアウトを書いて、さらにそれを、演出家作家さんとかね修正して、さらにそこに動きをつけてみたいなねことをね、20、30、40にですね、それこそ他人が書いたものを下敷きにしながら書いてる。じゃあ漫画家はって言ったらですね、例えばですよ、なんかちいかわ的なやつの話ですよ、最近ね。可愛いキャラクターのやつですよ。だけどなんかちいかわのある話数とかで、なんか牛丼屋に行く話とかなかったっけそうじゃない、あれラーメン屋だっけ。その時に思い出しながら適当にね、ラーメン二郎風のラーメン書いてもいいんですけど、やっぱり見ながらもう一回どうなってんのかしっかり見ながら書いた方が説得力あるじゃないですか。それを省略するにしてももう一回資料を見てみようって、そうだったこうだったこうだったって言って書けばいいわけですよね。自分が記憶できてなければもうはい一巻のおしまいですみたいな、はいあなたは絵描く資格なしみたいなこれ厳しくないですか何も見ちゃダメですって。これね、ほとんどですね子供の頃のね思い込みですね。はい、子供の頃になんか見ながら書いたら怒られたというですね、アホみたいなですね経験似顔絵の時間とかさ、漫画のキャラみたいに書いたら、なんとかくんの顔はそうなってるかなとか言っていいじゃんそれそれこそなんでその部分の個性はダメでみたいなね、それは個性的な絵じゃないねとか言ってさじゃあどういうの書けばいいのか教えてくださいみたいなね教えないですよそれは。さあ自分でやっぱり工夫して書いてみなきゃねとかよくわかんないですね。謎のゴール設定をされてですね、そこに向かって走れみたいなよくわかんないなんかそういうとこないですからね。僕だったらちゃんと教えて、その中から自分の好きなものを選んだらいいんじゃないっていう。これが個性なんですよ、逆に言ったら。いろんなものを自分で見ながら書く。でその何を選んでるか、自分の好きなアニメなのか、いろんなですね自分が書きたいなって思う素材をまず選ぶ。この時点で実はかなりこれが個性なんですよ。選択こそ個性なんですよ。でさらにそれを皆さん好みが微妙に違うから完全にこれが好きっていうねいうよりは、あれもこれもそれも好き、
それが微妙に混ざっていますというその、配合具合がその人の個性なんですよ。だけど結局自分らしさっていうのは、出ちゃうんですよ。そもそもオリジナリティとか個性とか気にしないで一番自分が書きたいものを書くのがまず一番大事なことなんですよね。でそれで技術を習得していく。こう書くとうまく書けるんだなっていうやつですよ。こう書くと自分が思ったように書けるんだな。文章のね仕組みもですね、何も教えなかったら子供ってどういう文章を書くかって言ったらですね、なんとかは楽しかったです、なんとかだと思いました、なんとかだと思いました、またなんとかしたいと思います。全く同じ文章を書くんですよ。あれ不思議ですよね。逆に没個性なんです。皆さん勝手に書いてみなって言われた時どうなるかっていうと困っちゃいますよね。みんなね困惑しますよね。そうなったらどうなるかっていうと、困って隣の人のやつ見たりとか前に聞いたことあるようなやつをちょっと思い出したりして書くんですよ。そしたらですね、見事同じような没個性の文章だったり絵だったりが並ぶんですよ。逆なんですよ。自由に書いてみなっていうのはですね、自由っていう言葉の裏に隠された意味、何かっていうと、お前なんか知らないよなんですよ。お前の成長なんか知らないよっていうのが自由なんですよ。うまくなんないだろうけれどねっていうですね、かなり残酷なですね、自由というのはそういう面があるんですね。というか本来的に自由っていうのは、ある程度の能力があって初めて発揮されるものであって、能力を全く鍛えていない人に自由なんかそもそもないんですよ。そういうものにですね、子供の頃にやられちゃってんですね。最初に教わったことをですね、人っていうのは本当のことって勘違いするんですよ。ただ最初にそれを学校に教わっちゃったせいで、一生ですね、ずっとなんかね、あれなんか 見るとダメなのかなみたいな。これね、真面目な人ほどね、そういう傾向にあります。で僕なんかね、割と子供の頃からですね、舐め腐った性格してたので、どうせこれ見ながら書いた方がうまく書けんじゃんみたいなさ、もうそんな感じで言いましたね。そういうものをね、最初から信じないような態度でいた僕でさえも、アニメーターになって思ったことは、俺には模写が足りなかったっていうことです。甘かったって思いました。こいつは俺絶対勝てないなって上手い同世代の人がいるんですよ。そういう人はね、何が僕と違うか、そんなぐらいに考えてた僕よりももっと徹底して見てたんです。模写してたんです。何度も無数に。甘かった。俺が足りないのはもっと見ることだった。僕そこまで思ってて考えてたのに足りなかったことを自覚したんですよ。単に俺は見る量が足りなかったっていうか、ちゃんと見ながら書く量が少なかったんだ。なんでか、そんな斜めから見るようなね、僕でさえもやはり見ることへの本当に少しの罪悪感はあったし、あとね、僕の心の中に結局あるのは何かっていうと、面倒くさいという気持ちがですね、ちょっとはある時があるわけです。これ多分皆さんはもう感じるでしょ。なんかね、偉そうな理由つけるんですよ、人って。いや、個性が失われるとか、やはりこれではオリジナリティがとかね、めんどくさいんですよ。いちいち資料を見ながらどうやって書くのか分かんないと思っても、ちょっと一工夫調べるのがめんどくさい人が多いんですよ。でその時にですね、めんどくせえ見ながら書くのって言わないんですよ。やっぱ個性がオリジナリティがとかね、将来の自分のためにとかね、プロは見ないで書いてるはずだというですね、よくわからない自己肯定ですね。はい、自分に対する言い訳を、してしまうがあまり、見て書くのをやめる。しかし僕はプロになって僕より上手い人を見つけて思ったことは、僕よりも徹底して見ながら書いていたっていうことは、シンプルに結局は見て書くことということが上手くなるほぼ唯一の方法なんですよ。それは自分よりも上手い人ね、自分より上手い人の絵を見る、資料を見る、ありとあらゆる形での見るです。で、僕の隣の席とか裏のね、すごい上手いね、僕より上手い同世代の人はね、エヴァンゲリオン作画してるんですけど、その人がね、エヴァンゲリオンの手を自分の手に油性ペンで書き込んでました。プロテクターみたいなのついてんじゃん、エヴァンゲリオンの手って。あれをね、油性ペンで書いてた自分の手に書き込んでました。日常生活若干しにくいんじゃないかなって、お会計の時とか手使うじゃないですか。エヴァンゲリオンの手で会計してたんでしょうかね、その時期彼はねわかります？そういうことなんですよ。絵描きにとって恥ずかしいというのは、そのエヴァンゲリオンの手が子供みたいに油性ペンで落書きしてる手で会計することじゃないんですよ。
絵がうまく描けないことが一番恥ずかしいんです。わからないものを分かった気になって下手な絵を描く、これが一番恥ずかしいことなんですよ、絵描きにとっては。そんな会見の時になんかこの人変な人だなみたいな、そんなことどうでもいいんですよ。そんなこと恥ずかしいなんて言ってるやつは上手くならないんですよ。例えば自分がですね女子高生を描きたいと、スカートが描きたいと、そしたらですね、島村拓で一番安いですね、なんかその一番近そうなやつを買ってくればいいんですよ。でそれ自分で履いてみればいいんですよ。そういうようなアプローチもあるんですよ。いや、何が恥ずかしいのって、自分が女子高生の格好することが恥ずかしいんですかね、それともうまく描けないことが恥ずかしいんですかね。この天秤にかけた時に、以下略ですね。皆さんもう分かりますね。何が大事なんでしょうかということです。そこで手段を選んでるってことは余裕だってことなんですよ。別にそんなにうまく描きたくないんだよねっていうね。その程度の人ですよねっていう、単純にこれだけの話なんですよ。うまくなるかうまくならないかってもう超シンプルなんですよ。お前はどこまでそのためにできるんだっていう、ただこれだけなんですよ。そういう意味で僕は甘かったと思ったんですよ。僕も結構やってる方だと思ってました、自分で。そしたら僕よりうまいやつもっとやってました。結局超シンプルなんだと思いました。なんかすごいなんかこう上手い人はすごいことやってんじゃないですかみたいな、やっぱり才能が、やっぱ個性がやはり生まれ持ってのみたいなこと言うんですけどね、それはあるかもしれない。最近それも否定できないなと思ってます、正直。ただそれ以前にやるべきことやってますかっていうことなんですよ。自分がまだやってないこといっぱいあるんじゃないんでしょうかっていう、もうシンプルに見るってことをやってないんじゃないんでしょうかってね。普通にですね、今もういくらでもその画像検索すれば出てくる。検索しても出てこなかったんですよね。どうやって書けばいいんですかって、他にあんだろやり方自分の実物を見る、自分の体を見るね。靴ってなんか検索しても出てこなかったんですけど、どういった、いやもうね、検索したら出てくるし、多分検索したら俺の靴の書き方みたいなの出てくるよ。もう書き方まで出てくるよ今検索したら。で実物の靴履いてない人いないでしょ。靴みんな持ってる。室井さんが言うようになんか調べてなかったです。いや、あります、絶対あります。ほとんどあります。そんな課題ないです。調べて出ないような難しいものなんか僕課題に出さないです。そんな単純に面倒くさがって、調べないかちゃんと見ながら書くか、もうこれだけです。もうこれでほとんど真っ二つに分かれます。あとやっぱりね、自分の書けないっていうものに対してまず自覚を持って、それをいかにその弱点を潰していくかってことなんですよ。分かってないのに分かってる気になっちゃうね。自分の今までの書けるものでとりあえずコピペみたいな感じになっちゃうけど、そういう人も結構多いですよね。ですけどちょっときつめの厳しめの話になってしまいましたが、めちゃくちゃシンプルなんです。コツとかねなんかないんですよ。見て書きゃいいんですよ。ただ見て書くときの見方はある。だからそれがどちらかというとコツなんじゃないかなって気がする。超シンプルですね。単純な形で取る。ただそれだけです。でその単純な形でどこまで単純なんですかっていうのは日々のもう訓練検査によるところですね。そんな感じで皆さんのですねコメント見ていきたいと思います。数学に例えると初心者が、何も見ずに紙絵師を描こうとすることは初学者が新しい、定理を発見するようなものですかね。近いかな。なんとかの定理とかもういくらでもあるわけですよね。あとね、大事なことはね、数学の勉強の仕方ってまずその定理とか定義とかあるじゃんね。一回あれね見ながら全部書いてみるんだよ。いや、その書いてあるんだから書く必要ないじゃないですかもうって思うでしょ。あれ違うんだよね。自分の指先で同じものを書いてる間に分かってくるんですよ。これね全く同じですよ。絵も目の前にあるんだからもう書く必要ないじゃないですかって正直みんな思うんでしょ。そうじゃないですよ。それを自分の指先を通して体感することによってより、自分の脳みそに入ってくるんですよ。これも結構多分皆さんよくある悩みだと思う。いやだからといって今日模写したからって明日その絵が描けるようになるわけないじゃないですかって思う人いませんか。早急にですね結果を求めたくなる気持ちもよくわかるけど、そんなのプロのアニメーターだって無理ですそしたら誰も苦労してません。ただもう一つだけ言えるのは、1週より2週2週より3週やったやつのが絶対うまいに違いない。これもう絶対なんですよ。その絵をあなたは何回描いたことがあるんですか。何をどのぐらい意識しながらしっかり描いた回数があるんですか。ただ漫然と描いてもダメなんですよ。そうね、髪の毛の塗りとか、例えばこの風景とか、まずね自分が描きたいであろうものをやっぱりね、に一番近いものを選んでいった方がいいよ。なんかねいきなりですね複雑なことを自分のオリジナルでまずやろうとするなです。
まず絶対参考やモデルを使ってください。で、ってこの人こういう塗りしてんだなとかっていうのを真似して書いてください。でそれを繰り返してる間に初めて自分で書けるようになるんですよ。ね。でそれをまた別の人も別のことをやってるかもしれないから、それを組み合わせてその人らしさが出てくるんですよ。何も見ずに書く人っていうのは何かって言ったら、結局ね、自分の脳みそのどっかで見たことある何かの組み合わせとか貼り合わせで結局創作やるんですよ、そういう人ってね。それを自分でゼロから書こうって、うまく書けないな、書けるわけないですよ。その人は記憶スケッチしてるからなんですよ。記憶の中で過去に見たイラストとかその風景画とかのなんかいい感じのやつをですね、引っ張り出して記憶スケッチするんですよ。今までそんなに絵描いてこなかった人がいきなり記憶スケッチしないでください、マジで。なんでか、目の前の絵も模写できない人がなんで記憶スケッチできるんですか。無理でしょそれ。でプロはですね、記憶スケッチ風のね、なんか僕でもなんかこういう景色ねファーって描きますよ、なんか適当にそれらしく。なんでって、それはね、そんなような似たのでね、いっぱい描いたことあるだけなんですよ。それはですね 50% とか 60% ぐらいですね、適当にですね、まあ言葉悪いですけど素人騙すような絵だったらいつでも描けるんですよ。ただ素人騙してるだけです。内心いまいちだなと思ってます、プロ。はい。だけどまあファンサービスだと思って頼まれたらちょっと書いてみせますよ、そりゃ。100% の力じゃないです、正直。そんな、そうあんま上手くないですけどねとか言って謙遜して書くじゃん。本当にそう思ってるんですよ、それ。50% ぐらいの力で適当に書いてるんですよ。まあそれで騙されるぐらい書いてんですよ。もう過去に似たようなのいっぱい書いてるってことです。あとね、見ながらだったら書けるけど見ないと書けないとか、もう超シンプルです。これだけです。単純化ができてない。模写するときに皆さんぜひ蛍光ペンでなぞって、このゴンブトツールでもいいですよ。もう超シンプルな形でなぞる。いわゆる解像度を下げるんですよ。絵の複雑すぎるデータは脳みそに処理落ちしちゃうからです。処理が落ちちゃって記憶ができなくて自分で自在に扱えないからです。そうではなくて、一度解像度を下げてドットをねこう粗くするんですよ。そうするとデータ量が軽くなるでしょ、絵の。それは自在に扱えるようになるんですよ。でさらにデータを解凍する必要があるよね。解凍ってのはその元のデータに戻す時があるよね。その時に細部とか中間部の線のまとめ方っていうのが今度重要なんですよ。全体中間細部って3ステップで僕ね、なぞる本で教えてた内容っていうのは、全体っていうのが圧縮なんですよ、データの。まあ中間も圧縮かな。で細部っていうのが解凍なんですよ。データを解凍するっていう風にぜひ捉えてやってほしいなと思います。